ななみと申します。職業は会社員してます。接客業みたいなことをやってます。吸い始めた理由は父親が吸ってたっていう環境と、あとは大学が結構マンモス校だったので、友達とか周りが結構吸ってる人が多くて、喫煙所について行ったりとか、そういう環境と、あとは好奇心とお付き合いしてた人とちょっとうまくいかなくてモヤモヤしてたみたいなのも相まって始めてみるかみたいな感じで始めました。多分ピアニッシモの多分ベリーのピンクの箱のやつだった気がする。パケ買い多分ピアニッシモを2種類ぐらい、最初そのピンクのやつで、次が多分白い箱のピアニッシモになって、その後多分オプションのいろんな色に手を出した。でも最終的に紫、オプションパープルに落ち着いて、そこでタール数の変動とかもあって、アークロイヤルのパラダイスティー吸ったりとか、紅茶が好きだからパラダイスティー吸ったり、でもタバコ屋にしか売ってないからなくなった時が面倒だなみたいな感じで、ほんと最近パーラメントライト 6mm に変えましたね。でやっぱ女性が吸ってるっていうイメージがあんまりないみたいな。アークロイヤルの時も珍しいっちゃ珍しいから話のネタになる。何吸ってるのみたいな、それ何みたいな話のネタになるし、ちょっと目立つかなと思ってそれでパーラメントに今度は手を出し始めた感じ。好きな人とか付き合う人とかが喫煙者が多くて結構その度にその人が吸ってるタバコとかをもらったりして、夜中とかにベランダ出て2人ですみたいなのはめちゃくちゃ好き。これ吸うとあの人を思い出すなっていう銘柄はピースを吸ってる人が性癖に刺さる人で、ピース見るともその人を思い出すどんな人やったん？見た目はちょっとやからっぽいけど、素を出すと意外と弟気質というか、年上だけど結構弟気質だからライオンっぽい。今一番好きな人というか、都合のいい、お互い都合のいいみたいな関係ですね。出会いは前職の取引先で会った人挨拶を初めてした時に私はめちゃくちゃ性癖に刺さるなってその時からずっと性的な目で見ているやっぱ私も家に遊びに来たりとかする時にタバコ忘れたりとかなくなったりとかするから、会う前に駅までのスーパーで気使って持っていくとかめっちゃ可愛いはしたりするし、あとは取引先の中ではそのプライベートでもみたいなのは、言わないしバレないようにというかはしてたから、喫煙所がそのお店にあって、やっぱりもう社員さんだからもうそこに自分のタバコとかをもう置きっぱなしにしてて、で私が自分の会社戻りますみたいな、お疲れ様でしたみたいな後に1本吸って、で吸ってる間にその人のタバコの箱に落書きをするみたいなのは知ってた美味しいと思った瞬間はお酒飲んだ後とか、お酒飲んでる時に結構酔っ払って、その時に吸うタバコは美味しいなって感じる率が高い吸っててよかったのは、吸ってる風に見られないことが多くて、すごい真面目よりみたいな風に見られがちだから、お酒もすごい好きなんだけど、お酒ですら飲むのみたいな言われたりとかするから、それでタバコ吸うっていうのが発覚した時の話のネタ感、相手が喫煙者だった時の話の取っかかりには結構なるから、やっぱり前職とかでも私が担当する前の人が結構いろいろやらかしちゃってて、もう結構その店舗が怒ってたみたいな。でその後に引き継ぎみたいな形で私が担当になるっていう状況だったから、まずそこの店長とかとどう
ど打ち解けるかみたいな。結構その店長も結構タバコを吸う人だったから、ちょっと喫煙所で鉢合わせて吸うのみたいな。完全な対会社じゃなくて、対会社も踏まえた上でちょっと個人的な対話とかができて、そっちも大変だよねみたいな。こっちはなんかその言い方きつくなるけど、こういうことを思ってこういう風にしていきたいからそうやって頼んでるみたいな、そういう話ができるし、できたからその人が本当に求めてることっていうか、こっちの会社に求めてることとかを多少汲み取れて、最終的にはやっぱり落ち着いたというか、そんなにこっちに対してその怒ってるみたいなのは結構収まったから、そういう円滑に仕事とかを進める上でのツールとして使えるから、吸っててよかったっていうか、吸える人間でよかったなって思う吸う頻度もそんなに多くないから、非喫煙者の人の気持ちも分かるから、吸わないっていう人とも話せるし、でも吸うっていう人とも話ができるから、そういうツールとして話のネタの取っかかりとして結構使うことは多いかな。でも本当に1日1本未満が多くて、吸わない日の方が多いし、吸ったとしても平均1本2本、そういうお酒のバーとかでちょっとなんかこう盛り上がったりとかすると、それに比例して結構吸ったりはするし、あとは疲れた時とかに吸いに行くとため息がつける。なくてはならないわけではないけど、持ってると安心するし手放すものでもないから、そうお守りかな